いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。今回ですね、久しぶりに、スペシャルな、ジーンズが入荷しました。僕もですね、お店で、何年か前とかこう炭鉱のジーンズとかって言われるのがね入荷した際に、いろいろなブランドを見てきたんですが、結構レアな、ジーンズですね、が1本入荷しました。こちらをねちょっと今回、紹介させてもらおうかなと思います。ですね、こちら、ボス・オブ・ザ・ロードというブランドです。こちらね、アメリカのサンフランシスコで、作られているブランドですが、1880年代頃に、できたブランドのようです。ワークブランドとしてですかね、実際ヴィンテージのウェアではカバーオールとかオーバーオールを見かけることが、ちょくちょくありますが、こちら、ブルドッグを、ブランドのね代名詞として使われています。リーバイスであれば馬っていう感じで、いろいろねこんなワークウェアって結構動物をねモチーフにするブランドさん多いんですが、この特にボス・オブ・ザ・ロードはこのブルドッグ、また今度ねブルドッグっていうのも意外とこう人気があると思います。そしてこれはね、いわゆるちょっとペインターのような感じなんですが、もう完全に5ポケットのジーンズです。こちら、ワークウェア皮脂、こちらでは何年か前にワールドフォトプレスさん、アメリカのね、方が作られた本なんですけれども、ワールドフォトプレスさんの方で日本語に、訳されて出された本なんですが、こちらの方にですね、資料としてちょっとボス・オブ・ザ・ロードのが載ってたので見させていただきました。こういった形でボス・オブ・ザ・ロードの、昔のカタログ的なのが載ってます。こちらのねボス・オブ・ザ・ロードのこのブルドッグの絵柄ですね、ここにある1918年のカタログに同じこのブルドッグの絵が載ってます。実際ねボス・オブ・ザ・ロードブランドとしては1940年代、後半頃にリーに吸収されております。このブランド本当にこんな1900年代初頭とかっていうのも相当珍しいと思うんですが、少しねディテール見ていくとリーバイスと例えるのが一番ね、いいかなと思うんですが、フロントはこんな感じなんですが、まずねパッと見ベルトループがまだついてません。その段階で、ちょっとリーバイスに置き換えると、1920年代以前というのが分かります。ちょっとねトップボタン等はちょっとね錆びて、取れてしまったんだと思います。違ったものに変わってまして、この下フロントのねボタンもちょっと錆びてしまって、かなりこう欠損してます。いつの時代かちょっとこうリペアされてるので違うボタンがついてたりはするんですけど、このサスペンダーボタンにはしっかりボス・オブ・ザ・ロードと残っております。あとはね後ろの方を見ると、当然バックルバック仕様になってますね。そしてポケット、リーバイスもありますが、このアウトリベットですね、外リベットが使用されています。パッチね、このパッチがもうね最高にかっこいいなと思うんですが、ボス・オブ・ザ・ロード、この上にねしっかり文字が入ってます。そしてこのねロット X っていうのがねかっこいいですね。リーバイスのねロット番号 501WX と同じなんですけど、ロット X という記載されています。パッチサイズ3431、ゴールデンサイズですね。多分僕試着はしてないんですが、ちょっと僕もゆったりめで履ける結構いいサイズかなと思います。ベルトループがねついてない分、ジャストサイズで履ければ一番理想的かなと思うんですが、この内側、内側のこのねステッチなんですけれども、どちらももうダブルステッチになってます。リーバイスでいうと1915年以降にこの内側ステッチがこうダブルで縫われているという、ディティールで考えます。こちらのねウエスト部分も少し細いでここつなぎ目が入ってますね。こういったディティールは少しねリーバイスと近いのかなと思います。先ほどのカタログに載ってた1918年以降のモデルと見れば、18年10年代後半から20年代あたりのジーンズじゃないかなと思います。もちろんねアメリカの炭鉱で
当時ね働いた人の作業着じゃないかなと思うんですが、大体こう炭鉱から以前出てきたジーンズとかってもう本当にちょっと生地が腐ってたりとか、これはね若干ねボタンが錆びてしまって、取れてしまっている箇所はあるんですけれども、そういった中ではまだこう生地がね全然しっかりしてます。はい、でリーバイスと少し違うのはサイドにね、通常リーバイスであれば耳って言われるセルビッチがつくんですけど、こちら、どちらもね内側外側両方ともダブルステッチなので、サイドには耳がついてません。こちらもダブルのチェーンステッチになってます。ボタンはねちょっと欠損してしまってるんですけれども、もういわゆるポケットとコインポケットがついてます。後ろが先ほど言ったようにこの四角なポケット、四角のポケット、リーバイスでいうとねアーキュエイトが入る、このボス・オブ・ザ・ロードもねもしかしたらアーキュエイトを使ってたりする可能性はあります。あとちょっと面白いのがね、この右ポケット、財布かなと一瞬思うんですが、ちょっとこうくる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 回したようなこすった跡があります。当時ね何を入れてたのかなっていう想像なんですけれども、コインケースとか入れてたんですかね。こういったね、当時の形跡といいますか跡っていうのも一つ面白い。あとフロント、ここのねフロントのところが少し避けてしまったのか、ここもリペアは入ってます。ボタンフライを開けてみたんですけれども、こちらのね中に、ステッチでこうちゃんと縫われてます。ワンピースフライっていう風に、こういうね布がステッチで挟まれてます。あとですね、外の、リベットには何も文字が書いてないんですが、内側ここのね、ポケットステーキのところのリベットですが、こちらに B of R というふうに、ボス・オブ・ザ・ロードですね。このリベットにこうちゃんとブランドの文字が裏側に入ってます。はい。1910年後半から20年代のスペシャルジーンズです。ボス・オブ・ザ・ロード3431、実数測りました。33のレングスが 29.5、 ちょっと縮まってます。スペシャルジーンズ、こちら一応ねお店の方で販売予定でございます。こちらのボス・オブ・ザ・ロードスペシャルジーンズ、実寸が33の 29.5 が実寸になります。パッチ表記ね3431なんですけれども、こちら販売価格130万にプラスタックスになります。ワーク好きの方、スペシャルジーンズお好きな方、ぜひ。はい、こちらのチャンネルではヴィンテージのデニムをはじめ古着の解説を行っていきます。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。